ラー型ドラレコって画面が小さかったり液晶の解像度が悪いと後ろが見えにくかったり、何より後付け感丸出しが気になりますよね。その悩みを一気に解消した最新モデルが国内最大手のアルパインからついに登場。後付け感ゼロの丸ごと交換タイプ、まさかの12インチ巨大モニターで昼でも夜でも驚くほど鮮明に候補を映し出してくれます。そこで今回は実際の見え方や使い勝手はもちろん、巨大モニターの最大の懸念点であるサンバイザーに干渉しないかなど徹底的にレビューしていきます。ということでこちらが今回レビューするアルパインから2026年の4月下旬に発売になったばかりの最新モデル DVR-DM1200A2。 早速箱を開封すると、まずは保証書、そしてこちらが説明書ですね。日本のメーカーというだけあって取り付け方から使い方までかなり詳しく分かりやすく書かれています。そしてこちらがミラー型ドラレコ本体。この後ろのところに別売りの車種専用のステレオを取り付けます。こちらのモニター、横約30センチの12インチの大画面なのに意外と分厚くないので、取り付けても邪魔にならないちょうどいい大きさだと思います。モニターの下には物理ボタンが2つ、モニターの底に SD カードを入れるスロットがあります。これだけなのでめちゃくちゃシンプルですね。あとはこちらがフロントカメラ、そしてこっちがリアカメラ。どちらもカメラ部分は角度を自由に調整できるようになっており、カメラを貼り付けてからも角度調整ができるようになってます。あとは取り付けに使う電源ケーブルやカメラと本体をつなぐケーブルが入ってます。今回のモデルは車のヒューズ電源などから直接電源を取るタイプで、電源ケーブルの先端もすぐに電源と接続できるようにあらかじめ端子が作られています。こういった細かい配慮があるのはやはり日本のメーカーだなと思いましたね。それでは早速車に取り付けていきたいと思います。今回取り付ける車は撮影のご協力をいただいた大阪にあるナビオくんというドラレコやカーナビを扱っている電装系プロショップのデモカー、これに取り付けていきます。まずは元々ついている鏡のルームミラーを取り外してミラー型ドラレコに交換します。外した鏡と今回のミラー型を並べてみるとこれだけ大きくなります。パッと見た感じ2倍ぐらい大きくなります。そして鏡と違うところが2倍になってさらに全面液晶、つまりカメラの映像がそこに表示されるので、どれだけ後部座席に人が乗ってようがトランクに荷物パンパンに入ってても一番後ろに貼り付けたカメラの映像をこの12インチのモニターいっぱいに表示するので、視認性が素晴らしく良さそうな気がします。そしてデジタルミラーを固定できたら、そこから出ている配線を天井の隙間や車の横にあるピラーなどにひたすら配線を通して外から配線が見えないように徹底的に隠していきます。フロントカメラの貼り付けは簡単なんですが、難しいのがリアカメラですね。配線を気にせずカメラを貼り付けるだけなら素人でも誰でもできます。ここでいかに配線が見えないか、ちゃんと車の隙間という隙間に配線を通して取り付けるのがプロの仕事ですね。また素人がやってしまう失敗として、貼り付けたカメラが水平を保っていないとドラレコの映像も若干斜めになって違和感が出るので、もし DIY で取り付けられる方がいればそこは注意した方が絶対にいいと思います。今の作業風景を見てて自分でできる気がしないなって方は、ナビオくんは大阪だけでなく全国にお店があるので、今回のアルパイン製品の購入から取り付けまで全部一気通貫でお任せできるので、難しいなと思った方はぜひナビオくんに丸投げしていただければと思います。ということで取り付けが終わりましたので、早速皆様が一番気になる見た目がどんな感じなのかお見せするとどうでしょうか。これ知らない人が見たらメーカーオプションのデジタルミラーと勘違いする仕上がりですよね。取り付けた後の見た目めちゃくちゃ綺麗です。気になる配線もミラーの裏から1本だけ出てるんですが、この取り付けステーの中に配線が通るおかげで、これまでの配線ぐちゃぐちゃの後付け感丸出しのものと比べるとこの仕上がりは感動すると思います。外から見た映像がこんな感じで、外から見ても綺麗に取り付けできてるので、ほんと車買った時から付いてるレベルの後付け感ゼロの見た目です。そして嬉しいのが、こういうミラー型ドラレコって本体とは別で GPS アンテナをダッシュボードの上に貼り付けないとダメなんですが、今回のアルパインのモデルに関しては GPS アンテナがフロントカメラに内蔵されているため、わざわざダッシュボードの上にこういう GPS のアンテナを別で貼り付ける必要もないです。なのでダッシュボード上がすっきりします。これ意外と気になる人結構多いと思うので嬉しいポイントですね。そしてこちらが運転中のミラー型ドラレコの見え方。これが昼間の映像、どうでしょうか。僕は月に1本はドラレコ関係のレビュー動画を作っていて、他の誰よりもドラレコの映像を見てますが、これまで紹介してきた中でも過去一で液晶が綺麗だと思います。液晶の解像度が良すぎますね。これ取り付けた時もナビオくんのスタッフの人も何この綺麗な液晶ってみんなびっくりしてたので、毎日取り付けている人ですら驚くほどの液晶の綺麗さです。そしてリアカメラの画角が対角135度もあるので、鏡のミラーだと絶対に映らない視角を含めて端から端まで映ります。
他のミラー型ドラレコも同じぐらいの画角をしたリアカメラがついてるんですが、今回のモニターが12インチと超巨大で横に長いため、通常の小さいモニターでは見切れてしまう範囲まで全部一気に映すことができます。これが今回実際に運転してみてめちゃくちゃいいなと思ったポイントですね。ドラレコの映像では広角で撮れてるけど、ルームミラーモニターではその映像の一部の範囲しか表示しない機種がほとんどなところ、物理的に画面を大きくすることでその問題を解決してきたので、本当これ一度でも使ってしまうと、これまでの小さいモニターのデジタルミラーには戻れなくなると思います。それぐらい快適ですね。まだ日中で運転していると意外と気になるモニターの反射、明るいところがモニターに反射して、そのせいでモニターが見えにくい問題も、明るさが1500カンデラもあるので全く気にならないと思います。暗いデジタルミラーを使っている方向けに反射軽減のコツをお伝えすると、窓とかの明るいところがルームミラーに反射するので、基本的に車内の暗いところ、例えばシートとかそういったところだけミラーに反射して映るようにします。そのように角度調整をすると極力モニターに映り込まなくなるので、もし反射が気になっている方がいれば、ぜひそのやり方を試していただければと思います。映像の色の濃さ、コントラストに関しては全く問題なく見やすいです。日本って白い車が多く、モニターだと意外と白い車が見えにくいことが多いんですが、今回のモニターはくっきりと映るので視認性に関してはめちゃくちゃ見やすいです。これで見にくいって思う方はまあいないんじゃないかなと思います。そして気になるサンバイザーとの干渉ですが、デジタルミラーの角度を奥にするなど調整すれば干渉せずにいけましたが、車種によっては当たるのもあると思うので、一度乗ってる車でこのモニターの幅が約30センチなんで、30センチ定規を使って干渉するかどうかを見てみるのがいいかなと思います。今回お借りしたデモカーのステップワゴンであれば、奥側にミラーを傾けると干渉することはなかったです。これで昼の映像の見え方はどんな感じか見えたと思うので、次に夜の映像を見てみたいと思います。どうでしょうか。夜も普通に綺麗ですよね。後続車のヘッドライトがリアカメラに直接当たるような状況でも、白飛びを完全に抑えて、ヘッドライトがちょっとぼやっと光る程度に光を抑えられています。これなんでここまで綺麗に撮影できてるかというと、日本の大企業ソニーのセンサーであるスタービスっていうものがあるんですけど、それの最新モデルのスタービス2がフロントとリアカメラ前後両方とも搭載されているおかげで、夜でも関係なくめちゃくちゃ綺麗に、そして明るく撮影ができるようになっています。この上のモニターの映像と下の方に映っている iPhone で撮影した映像とでは明るさが全然違いますよね。暗いところを極力明るく映せる技術であるスタービス2搭載のカメラで撮影すると、ここまで明るくさらにくっきりと映ります。ここが最新のセンサーを搭載している強みですね。モニターの映像を見ていても、後続車のナンバープレートの情報はしっかりと読めてそうな雰囲気が出てるので、次にドラレコの録画映像を確認してみて、実際にどんな風に映るのか検証します。こちらが昼間のドラレコ映像。どうでしょうか。めちゃくちゃ綺麗ですよね。フロントカメラのスペックは200万画素、対角160度の 27.5fps。 最近出てきた800万画素の 4K ではないですが、ここまで綺麗に撮影できます。もちろん多少ズームしても前の車のナンバープレートは潰れて読めないなんてこともないので、事故や当て逃げの時の証拠として全く問題なく使えるレベルですね。ただし 4K ではないので、それに比べるとズームできる倍率はこっちの方が劣るのは間違いないです。そしてこちらがリアカメラ。リアカメラはフロントより画質が上がって370万画素、対角135度 27.5fps。 フロントと比べても170万画素も画質が上がっているので、この通り後ろを走っている車のナンバープレートも問題なく、数字から記号4桁の大きい数字まで全て読むことができます。真後ろの車のナンバープレートはもちろん、隣の車線に止まっている車のナンバープレートも全て綺麗に撮影できてます。この通り昼間のドラレコ画質に関しては全く問題なく、かなり綺麗に撮影できるので、ドラレコの画質としては全く問題ないレベルかなと思います。それでは次に、いきなり暗くなったり明るくなった場合に画面が白飛びしないかどうか、トンネルを走って検証したいと思います。どうでしょうか。今見えたように、いきなり暗くなっても瞬時に周りの明るさを認識して、暗くなりすぎず明るすぎることもなく、ちょうどいい感じで撮影ができてますね。トンネルの中の映像を見ても、このトンネル肉眼だと暗いんですが、カメラ越しの映像だとはっきりと周りを把握できるので、さすがソニーの最新センサースタービス2が前後ともに搭載されているおかげだなと思いましたね。それではそのままトンネルを出てみると、こちらも一瞬白飛びして何も映ってないなんてこともなく、自然と明るさが切り替わる瞬間も含めて綺麗に撮影ができていますね。よく安いモデルだとスタービスのセンサーがそもそも入ってなくて、周りが明るくなった瞬間に一瞬真っ白になって何も映らないことがありますが、アルパインのものに関しては全くもって問題ないです。
これで白飛び対策については大体把握できたと思うので、そのまま夜の映像を見てみるとこんな感じになります。昼間と比べると周りが暗くなった分ちょっと画質が悪くなった気がしますが、それでも真ん前の車のナンバープレートや真横を走っている車のナンバープレートも全てはっきりと読めるので、ドラレコ性能としては全く問題ないです。これさえつけておけば昔ながらの鏡と比べて圧倒的な後方視界で安全にそして快適に運転できるようになって、当て逃げも事故もちゃんと証拠を撮影できるので、これがあれば安心できるかなと思います。リアの映像に切り替えるとやっぱり画質がフロントと比べて170万画素も上がっているので、リアの方が映像は普通に綺麗ですね。後続車のヘッドライトの光もちゃんと光を抑えて撮影できています。この右側に映ってる建物はネオンがめっちゃ明るいんですけど、その明るさも抑えて撮影できてます。なのでドラレコカメラとしてはかなり優秀なんじゃないかなと、月1でドラレコレビュー動画を作っている僕は思います。真後ろの車のナンバープレートであれば細かい数字や記号、4桁の数字まで全て綺麗に撮影可能。隣を走っている車のナンバープレートは動いている状態だと4桁は余裕で読めるけど、それ以外はちょっと厳しい感じ。ただ止まっている状態だったら隣の車線でもナンバープレートは全く問題なく全て読み取ることができます。これまでに様々なドラレコメーカーの映像を見てきた僕からすると 4K じゃないフル HD に関してはかなり綺麗に撮れている方なので、デジタルミラーだけでなくドラレコとしても安心して使える画質や性能だと思います。そしてドラレコで一番大事なエンジンを切ってからも引き続き録画を続けてくれる駐車監視機能も初めから搭載されています。他のドラレコだとオプションで5000円ぐらいの駐車監視ケーブルを買って取り付ける必要があるんですが、今回のものは初めからその機能が使えます。エンジンを切ってから30秒後に駐車監視機能が動き出して、駐車中に衝撃を受けるとその瞬間の映像を自動的に記録してくれます。モード変更をすればバッテリーの消費と SD カードの容量を抑えながら長時間の撮影ができるタイムラプス撮影にも対応しています。こちらであればこのようにコマ送りで撮影することで長時間の連続撮影が可能になり、車の周りを監視できます。もちろん車のバッテリーの電圧が下がってきたら自動的にドラレコの電源を切る機能も備わっていますので、バッテリー上がりの心配をすることもないです。撮影方法の切り替えや各種設定は全てこちらのデジタルミラーのモニターでタッチパネルで行います。直感的に誰でも分かるようになっているので説明書を見なくても全然大丈夫です。こんな感じで設定画面に入ると録画の解像度を変更したり、音声を録音するかしないかのオプション、衝撃センサーの感度を選んだりと設定ができるようになってます。また駐車監視の時間を指定したり、どれくらいの電圧まで下がったら自動的に電源をオフにするかなど全てこの設定画面から選べるようになってます。そしてリアカメラの映像の調整もこの通りタッチパネルで直感的にできるようになってて、ボタンを押すと5段階でズームできるので、まだデジタルミラーに慣れていない人はズームすることで従来の鏡の見え方に近づけることも可能。またこれは初めて見た機能なんですが、カメラの左右の位置まで調整できるようになってました。なのでカメラを貼り付けてからちょっと後ろのデジタルミラーの見え方が気に入らないなってなっても、ある程度は後からでも調整が効く安心設計になってました。さらに録画した映像はそのままデジタルミラー上で再生することもできるので、もし当て逃げされてすぐにデータを確認したい場合もパソコンいらずでそのまま車内で見れて、必要であればそのまま警察署に行って SD カードを提出することも可能なので、これまでの不満点を全て解消してきたミラー型ドラレコですね。ここまでの機能を搭載したとなると平気で10万円以上を超えてきそうな気がしますが、定価がまさかの93,500円。Amazon では5月末から発売開始になりますが、すでに価格トラッキングを見ていると若干値下がりが始まっていたり、今回撮影協力をいただいたナビオくんでは購入から取り付け後のアフターサービスまで全部お任せで11万1,500円から対応していただけます。ちなみに12インチでなく少し小さい10インチだとお安く買うこともできます。また取り付けの際も自社オリジナルの両面テープの跡が外から分かりにくくなる特殊なテープを使っていただけたり、必要であれば自社設計のオリジナル取り付けステーを使ってアルパイン純正よりもさらに見た目よく取り付けてくれます。今回初めてアルパインのミラー型ドラレコをレビューしましたが、デジタルミラーも画面が横に30センチもあるためかなり見やすく快適で、撮影したドラレコ映像もフル HD タイプでは最上位レベルに映像が綺麗だったので、買って失敗したくない人は中華製と比べると正直高いんですけど間違いなくおすすめです。日本メーカーで今買うならこれ一択です。ナビオくんは電装取り付けのプロショップなので、今回のミラー型ドラ
ラレコ以外にも後部座席に取り付けるモニターや車のモニターでテレビや DVD を見れるようにしたり、 Amazon の Fire TV スティックをつなげて YouTube や Netflix なども車内のモニターで楽しめるようにできたり、ユピテルなどのレーダー探知機も販売していて、後付け感が目立たないようにナビオくんオリジナルの取り付けステーを自社で作成しているため、後付け感を完全になくした見た目にできるなど、伝送系で何かあればすぐに相談できるトータルショップになってます。もし気になった方は動画の下にある概要欄に全国のナビオくんのショップの情報や、今回紹介したアルパイン製のミラー型ドラレコの詳細や他の方のレビューを確認できるページを貼り付けておくので、ぜひ僕だけじゃなく他の方のレビューも参考にしていただければと思います。ということで今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。